皆さん、こんにちは。まなみです。今回はパウダーファンデーション8種類を比較していきたいと思います。パウダーファンデを塗る時のコツもお話ししておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今回レビューしていく商品8つをご紹介していきます。本当は最初は3回円フリーだけで探そうと思っていたんですが、だんだんと色々欲しくなってしまって、結局両方あります。なので3回円フリーかどうかも商品名の最後にお伝えします。まずは D レイの D クリアファンデーション。ホワイトナチュラルというカラーで3回円フリーです。次がアテニアのフュージョンスキンファンデーション UV パウダー SPF30PA3+。オークルの中で一番明るい色の61番を購入しました。こちらは水あり水なし両方使えて3回円入りです。こちらがクリオのキルカバーパウダーファンデーション 21N リネンを購入しました。3回円は入っていません。X ボーテビジョンファンデーションシルク SPF18PA2+あります。一番明るめのカラーのオークル01番を購入して、こちらは3回入りです。今回デパコスはこちらだけですね。クリニークのイーブンベターパウダーメイクアップウォーターベール SPF27PA4+61番アイボリーです。3回円フリーです。あとエトボスミネラルエアリータッチファンデーション SPF21PA3+このナチュラルの標準的な肌色3回円フリーです。こちらはファシオの一塗りカバー耐久ファンデーション SPF20PA3+205番ライトピンクオークルを買いました。3回円入りです。8つ目がインテグレートのプロフィニッシュファンデーション SPF16PA2+オークル00明るめのカラーです。3回円が入っています。匂いがあるものは2つあって、この D レイとクリニックなんですが、D レイはローズ系の香りかな？フローラルの香りがして、クリニックはなんかよくわからない香りなんですけど、おそらく入っていると思います。やはり酸化塩が入っていないものはテカりやすくて、入っているものはテカりにくいです。酸化塩入りのものは全体的にカバー力が低いかなって感じたんですけど、でもインテグレートはカバー力は高めです。酸化塩が入っているのか入っていないのかをお伝えしていきましたが、私は酸化塩入りのものを使っても特に毛穴が詰まるって感じたことはないので、これからもどんどん使っていこうと思っています。ということで左右で半眼比較していくんですけど、組み合わせをご紹介していきます。1組目は D レイとアテニア。次が、クリオと X ボーテ、クリニーク、エトボス、ファシオ、インテグレートです。酸化塩が入っているもので組み合わせてご紹介していけばよかったなと思ったんですけど、撮影している間にもどんどん追加で購入したりして検証を撮影したので、組み合わせは適当に選んでおります。毛穴肌にパウダーファンデーションって合わないと思われている方が多いかと思います。実際そうではありますが、時間が経って皮脂とかと馴染んでくると毛穴は目立ちにくくなりますし、特に私は肌が敏感な時に使うことが多いんですけど、肌負担が少ないのもとてもいいポイントだなと思います。動画の構成的には最初に塗るコツをお見せしてから半眼比較8つ分、あと頬だけメイク直しをしているところをお見せして、その後シチュエーション別のおすすめパウダーファンデをご紹介していきます。一応タイムラインも載せる予定なので、気になる商品がある方はそこまで飛んでご覧ください。ということでまずは私なりの塗る時のコツをお話ししていきます。コツが4つあるんですけど、まず1つ目がスキンケアをしてから時間を空けすぎずにパウダーファンデーションを塗ることです。洗顔とかスキンケアをした後の状態って水分を含んでいて肌がふっくらしているんですね。毛穴が少しでも小さくなっている状態でパウダーファンデを塗った方が綺麗に乗るので、この水分を含んでいて肌が乾燥していない状態で塗るのがおすすめです。なので私は朝一でスキンケアをしていたとして、お昼過ぎにメイクをするっていう時でも、一度水で洗顔をして、またスキンケアを塗って、ファンデーションを塗ることも多いです。あと朝一で顔がむくんでる時に塗ると結構綺麗に塗れるんですけど、体質的にむくまない方も多いかなと思うので、なかなか難しいと思うんですけど、とりあえずスキンケア後に少しだけ時間を置いてからパウダーファンデーションを塗っています。2つ目がパウダーファンデーションを塗る前に色のつかないパウダーを塗ることです。私がよく使っているのがこちらのエトボスのミネラルシルキーベール酸化塩フリーの商品で、かなり減る速度が速くてすぐ底見えするようなパウダーなので、数ヶ月とかでこんな感じになるんですが、これがですねさらっと塗れるんですよ。毛穴落ちとかも全然気にせず塗れるので、とても気に入っていてリピート購入しました。新しいのがこ
こにあるので、これは25年限定パッケージだったと思うんですけど、新品はこんな感じです。透明のフィルムもあって、その上にパフが乗っているんですが、このパフの毛足の長さがちょうど良くて、ふわっと乗せられるので気に入っています。私の肌だと少しトーンアップするくらいで軽く塗れますし、メイク直しにもいつも使っているんですが、売れにくいのでとても使いやすいです。ただテカリを抑えてくれるわけではないので、他にも最近だとファニーエルブスのパウダーを使ったりしていますが、これは持ち運び用としてもおすすめなので紹介しておきます。で、3つ目のコツが、こちらのビロードパフを使うことです。ロージーローザのビロードタッチパフ2ピースで2つ入っているんですけど、昔は付属のパフを使っていて、全然綺麗に塗れなくてムラになるし、毛穴落ちするし、パウダーファンデって私の肌に合っていないんだなって思っていたことがあるんですけど、このパフを使い始めてからそういった悩みが解消されました。私は1個につき2日使うようにしていて、1日目はこの上の部分、2日目は下の部分だけ使ったらもう洗って綺麗にするので、たくさん必要なんですね。なので今綺麗なのはこれだけなんですけど、使い終わったものがこれだけあります。早く洗わないといけないんですが、洗う頻度が良くて週1、普段は2週間に1回とかなので大量に持っているんですけど、それぐらい気に入っているパフです。これはドラッグストアとかで普通に買えるものなので、見かけたら皆さんぜひ購入してみてください。4つ目は、これはオプションっていう感じで、本当に綺麗に塗りたくて持続力を少しでも良くしたい時に、このビムビューティーの下地、キープコンフィデンスプライマーを塗ってからパウダーファンデを塗っています。これは毛穴も少し埋めてくれますし、あとテカリを抑えてくれるんですね。半日とか使っていると、これを塗った方と塗っていない方での差はあまりなくなってしまうんですが、6、7時間くらいまではこれを塗った方が皮脂が出ていないなって感じられたので、これを併用するのもおすすめです。私は本当に遠出する時ぐらいしか使わなくて、肌負担を考えて使わないようにしているんですが、これは半日使っていても肌が痒くならないので、とても使いやすいです。塗る時のコツを4つお伝えしたので、ここからは半眼ずつファンデーションを塗っているところをご覧いただきたいなと思います。それでは塗っているところをお見せしていきます。本日は D レイとアテニアを塗っていきます。初めて塗っていくところをお見せするので、日焼け止めとパウダーを塗っているところもお見せしていきます。実はこれは撮るのが2回目で、今動画の編集をしようと思って見てみたら、このファンデーションたちを塗っているところだけはデータが残っていたんですけど、10時間経過した後の動画とかを消してしまっていたみたいで、残っていなかったので撮影をし直しています。で、日焼け止めを塗ったら少し時間を置いて乾かしてからエトボスのパウダーを塗っていきます。エトボスのパウダーを塗っていきます。パフはそろそろ洗おうと思っていたのでかなり汚いんですけど、このパフ塗りやすいんですよね。毛足もすごい長いっていうわけではありませんが、長さはあって少しふわっとしているのでパウダーをのせやすいです。こんな感じで結構多めに塗っています。酸化亜鉛が入っていないので、塗ったからといってテカリを防いでくれるわけではないんですが、その分量を多めに塗っているっていう感じです。シャイで比較するとこのようにテカリを抑えてくれます。おでこはこんな感じで、ベージュカラーのパウダーなんですけど、私の肌だと少しトーンアップするような感じはあります。で、毛穴とかもぼかしてくれるので、まずはこれを塗って肌表面をサラサラにしてからパウダーファンデを塗っていきます。ムラにもなりにくいですし、何も気にせずに肌の上にのせられるのがとても使いやすいパウダーです。まず左側に D レイを塗っていきます。D レインのいいところは、粉はしっかりめに乗るんですけど、よれにくいところが気に入っていて、かなり綺麗に塗れるんですよ。しかも色味も私の首の色とかなり近くて、今回ご紹介する中では一番この色が肌に合っているなと感じているので、よく毎日メイクで使っています。重ね塗りしても綺麗に塗れるので、かなりおすすめのパウダーファンデです。左に D レイを塗りました。
おでこを比較してみるとこんな感じで、すごくカバー力が高い方のファンデではありませんが、十分隠してくれますし、ニキビの赤みとかはこんな感じで見えるんですけど、頬の赤みとかはこのようにちょっと薄くしてくれて、普通に綺麗だなぐらいのカバー力はあるので、カバー力も低すぎず高すぎず、ちょうどいいなって感じています。右側にアテニアを塗っていきます。これは D レイと比べると1回で取れるパウダーの量が少ないからなのか、少しカバー力は低くなるんですけど、重ねていけばある程度カバーはされます。パウダーの色味的にはこちらの方が暗いんですが、なぜか肌にのせるとちょっと明るく感じるんですよね。肌に乗るパウダーの量が少ないからなのかなって予想しているんですけど、初めて検証した時もすごく不思議に思った点です。このファンデーションもとても塗りやすくて、そんなにムラにもなりにくいですし、普通に適当に塗っていっても綺麗に塗れるなと思ったファンデーションです。両方塗り終えました。アップでお見せするとこのように、1回で塗った時のカバー力は D レイよりは低いんですけど、目視でパウダーを並べて横で見た時は色味は濃いのに、肌に塗った時は明るいんですよね。明るさで飛ばしてくれる感じがあってカバーされているなって感じられるんですよ。こちらと比べてみると黄身が少し低く感じませんか？でも前回は10時間後に直した時は暗いのかなって感じたので、おそらく皮脂とかと混ざると少し暗く感じるようなパウダーファンデなのかなって思っているんですけど、とりあえず塗りたては明るく赤みとかも飛ばしてくれるような印象です。両方とも特に毛穴落ちとかよれとかはなく塗れたので綺麗に仕上がりました。こちらは5時間後の動画です。おでこは左右で比較すると D レイを塗った方がツヤ感は強いです。前回撮影した時はもっと左右差がかなりあって D レイの方がテカったりしていたんですけど、本日はそこまで変わらないように見えるかなって思います。ただ頬のこの辺りのテカリとかを比べると、やっぱりこちらの方が皮脂の量は多いので、テカリを抑えてくれるっていう点では酸化塩入りのアテニアの方が抑えてくれています。こちらはまだ綺麗なツヤ感っていう感じで、こちらはこの辺りは少しティッシュで押さえたいかなと思うんですけど、毛穴落ちとかもしていないですし、よれたりとかもしていないので綺麗です。ただ持続力はこちらの方がいいかなって思います。こちらは10時間後の動画です。おでこを見てみると、5時間後よりも左右差が分かりやすいかなと思うんですが、D レイの方が皮脂は出ています。やはりアテニアは今回ご紹介する中でもテカりにくい部類に入るので、左右で比較したらテカっていないなって感じます。方を比べるとこんな感じで、テカってはいるんですけど、こちらに比べたら皮脂の量が少ないのがわかるかなと思います。この辺りとかもそこまでテカっていません。両方とも毛穴落ちはありませんが、D レイの方が皮脂が出ることによってカバー力も多少下がっているかなって感じているので、アテニアの方がキープ力は高いです。ティッシュオフをして塗り直してみます。で、このファンデーションたちはティッシュオフしても汚く崩れないんですよ。たまにティッシュオフするだけでもよれてしまうものもあるんですけど、この2つはそういうことはないので直しやすいです。デトボスのパウダーで直すときはそんなに気にしなくていいんですけど、パウダーファンデで塗り直すときはしっかりと皮脂を取っておかないとムラになるので、しっかりめに取っておきます。D レイを塗り直します。これは綺麗に治るんですよね。すごいふわっと乗るので、メイク直しをしてもとても綺麗です。
こう塗った直後の肌に戻るような感じでカバー力もまた再度アップするのでとても気に入っています。さあ、アテニアはですね、こう塗り直した時の方がやはり色が暗く感じるんですよね。どういう現象なのかよくわからないんですが、塗り直しはまあまあ綺麗にできます。近くで見るとアテニアはムラになっているところもあるんですけど、D レイはそんなに気になりません。といっても両方とも綺麗ではあるので全然問題なくメイク直しできているなって思うんですけど、どちらかといえばこちらの方が綺麗かなっていう印象です。鼻はよれているところがありますが、この辺りとかは綺麗に塗れているかなと思います。それでは本日はクリオとエクスボーテを比較していこうかなと思います。クリオは一度しか使ったことがないんですが、かなり色味が明るいなって感じたので、肌のトーンが明るい方におすすめかなって思います。とりあえず塗っていきます。左側に塗っていきます。普段22号の色が好きな私からすると明るいんですよね。なので20とか21号を使う方には合っているのかなって思うんですけど、やはり韓国の商品だからか明るいです。左側にクリオを塗りました。おでこを見てみるとこのように明るくなっているのがわかるかなと思います。カバー力がすごく高いわけではありませんが、この明るさでくすみとかを飛ばしてくれますし、こういった頬の赤みも少しカバーされています。ただ少しパサついている部分はあります。その日の肌の調子によってこのパウダーファンデーションって塗り心地が変わったりもするので、今日の肌が乾燥しているっていうだけかもしれませんが、マットめのパウダーファンデですね。それでは X ボーテを塗っていきます。これは何回か重ねてカバー力が出るっていう印象です。こちらの方が色味は自然ですね。あと塗り心地はクリオよりも好きかなって思います。そこまで塗っている感が出ないので、ちょっとカバー力はクリオよりは下がるかなと思うんですけど、その分自然に肌に馴染んでいる感じがあります。色味はこんな感じで、ちょっと明るいのがわかりますか？自然なので赤みはその分透けているかなっていう気はするんですけど、塗り心地とかを考えてもこちらの方が好きです。ツヤ感を比較するとこちらの方が少しツヤっとしているんですよ。エクスボーテの方がよりマットなのかなっていう印象で、ふわっとぼかしてくれる感じがありますね。でもこちらの方が角栓を少し拾っている感じはあるので、時間が経った時にもっと目立ってきたらどうしようっていうのがあるんですけど、今日も10時間見ていきますね。こちらは5時間後の動画です。クリオの方がテカっているのが意外なんですけど、そんなによれたりはしていないので気になるのはテカリだけです。X ボーテは艶っぽくなっているだけでまだまだ綺麗かなと思います。こちらは10時間後の動画です。5時間後はクリオの方がテカっているなと感じましたが、今は特に差はありません。鼻もテカっているんですけど、テカっている範囲はエクスボーテの方が狭いです。この辺りとかはテカっていないんですけど、クリオはこの辺りまでツヤっとしているので、クリオの方がテカりますね。私の予想的にはこちらの方がテカらないだろうなと思っていたんですが、でも両方ともよれはなくて、ただテカっているっていう感じなので、ティッシュオフしてみようと思います。ファンデーションを取りました。この辺りとか少し剥げてしまったんですけど、これから塗り直していこうと思います。本日はこの小さいパフで塗り直していきます。まずクリオから塗り直してみます。少しムラになる感じはあるので、
意外と綺麗に治りませんね。クリオのパウダーファンデをメイク直しするときは、そんなに色のつかないパウダーで抑えるくらいがちょうどいいかもしれません。X ボーテンも塗ってみます。こちらの方がメイク直しはしやすいです。でも鼻は少しよれてしまっているんですけど、頬の部分は綺麗に塗れたかなって思います。そんなに綺麗には戻らないかなっていう印象です。メイク直しをしたい時には向いていないかもしれません。特にクリオは重ねづらいなっていう印象でした。本日はクリニークのファンデーションを使っていくんですが、日焼け止めクリームもクリニークで買ったのでこちらを使っていきます。わずかにベージュがかっているカラーです。補正力は特になくて、普通の日焼け止めっていう使用感です。それではクリニックのパウダーファンデーションを塗っていきます。これはですね、数回使ったことがあるんですけど、かなり薄くつくんですね。カバー力が低いんですよ。塗っていない方と比べると黒ずみとかも薄くなりますし、わずかに隠してくれるんですけど、本当に何回も取って塗らないといけないので、あまり使っていないんですよね。今回ご紹介する中だとダントツでカバー力が低いかなっていう気がします。左にクリニックを塗りました。このファンデーションは毛穴をふわっとぼかしてくれる効果は高いかなと思います。あと、カバー力は低いので、色味的には素肌感があるんですけど、でもパウダーファンデーションを塗っている方が綺麗に見えます。頬と鼻はこんな感じで、塗っていない方と比べるとかなり綺麗ですね。全然黒ずみとか赤みとかは見えているんですけど、やっぱり塗っていない方よりは全然綺麗です。一番カバー力は低いんですが、本当にナチュラルにメイクをしたいっていう時は、このくらいのカバー力でいいのかもしれません。私は近場が必要にしようかなと思っているんですけど、鼻の毛穴とかもこのようにぼかしてくれていますし、本当にナチュラルに毛穴を少しぼかしてくれるようなパウダーファンデーションです。次はエトボスを塗っていきます。これは少し色が暗めなので、エトボスのパウダーではなくて明るめのハニエルブスのパウダーを塗ってから合わせることが多いんですけど、かなりカバー力もありますし、普段使いするのにいいパウダーファンデだなって思います。右側も塗り終えました。おでこはこんな感じで、やはりこちらの方がカバー力は高いです。頬をお見せするのが一番わかりやすいと思うんですけど、こう比べるとこちらの方がやはり素肌っぽいのがわかるかなと思います。その分塗っている感はこちらの方が出やすいんですけど、でも全然重たい感じとかはないですよね。深みとかもカバーしてくれていますし、この辺りがしっかりカバーされているので、10時間経過を見ていきたいと思います。どちらの方が崩れにくいんでしょうか。こちらは5時間後の動画です。おでこなんですが、両方ともテカっているんですけど、クリニックを塗った方がテカりは強いです。もうメイク直しはしないといけないなっていうくらいテカっているんですが、頬をお見せすると、もっとテカっているのがわかるかなと思います。やはり頬の方がテカりは目立ちますね。エトボスと比べてもテカっているんですけど、おそらく日焼け止めクリームを塗った影響もありそうなんですが、もともとそんなにテカリに強い方ではないので、普通に日焼け止めだけ使っていてもテカります。エトボスを使った方なんですけど、テカっていますが綺麗ですよね。皮脂が出てくることによってパウダーと混ざって、リキッドファンデを塗っているような、しっかり黒ずみとかがカバーされているのがとても綺麗だなって思います。やっぱりこれもいいですね。普段使いにちょうどいいよなって思います。で、よれたりとか、毛穴落ちもないので、光だけですかね。ちょっとクリニックの方はこの辺りとか角栓が少しだけ目立ってきていますが、人と対面する距離であれば見えないと思います。
こちらは10時間後の動画です。おでこは両方ともテカテカですね。やっぱり酸化塩フリーなので、10時間化粧直ししないとこのようになります。皮脂の量はこちらの方が多いんですけど、でもこちらも同じぐらいテカってきました。完璧テカテカになっているので、メイク直しをしていこうと思います。で、頬と鼻、あとおでこは両方ともよれはないんですが、こちら側は少しよれてしまっています。すごく気になるっていうわけではありませんが、ちょっとよれているなっていう印象ですね。それではクリニックから直してみます。直しても綺麗ですね。かなりふわっとした質感で、少し毛穴落ちはあるのと、油分が少し残っていたのかよれてしまっていますが、滑らすよりも抑えるようにして塗っていった方が良さそうですね。ふわっとしたパウダーなのでメイク直し用としてはいいかもしれないです。やはりこちらの方が塗っている感はあるので、でもそんなに厚塗りになるっていうわけでもないです。気分によっても違いますが、しっかりカバーするメイクも大好きなので、厚い仕上がりではないなと思います。で、この辺りの毛穴のボケ方はやはりクリニックの方が綺麗だなって思います。ふんわり浮かしてくれている感じです。ただ、毛穴落ちはこちらの方がないので、やっぱりこれはメイクをするときに使って、クリニックはメイク直しの時に使うとかでも良さそうです。それでは本日はファシオから塗っていきます。これは本日初めて使うんですけど、カバー力がいいそうなので期待しています。カバー力がいいと言っても、パウダーファンデの中でカバー力が高いっていう感じです。おそらくこの粉のパウダーファンデでカバー力を高くしすぎてしまうと、のせすぎ感が出るというか、厚塗り感が出すぎてしまうんだろうなっていう印象ですね。これだったら、クリオンの方がまだカバー力は高い気がします。足りない部分に重ねて、左側にファシを塗りました。おでこはこのような感じです。想像していたよりはカバー力は低いなって感じたんですけど、ここの赤みとかも普通に見えますし、頬も今日はそんなに赤みがすごい強いっていうわけではないので、それと比べるといい意味でナチュラルにカバーしてくれているなと思います。もしかしたら付属のパフで撮るともっとしっかりカバーされるのかもしれないんですけど、綺麗に塗るのを優先でリロードパフを使いました。塗っていない方よりは色ムラは均一になっていますし、毛穴もすごいふわっと隠れるっていうほどでもないんですが、そんなに悪目立ちはしていないかなっていう感じですね。次はインテグレートを塗っていきます。実は今、撮影していたんですけど、録画ボタンを押すのを忘れていたので、一度落として洗顔もして化粧水、日焼け止め、パウダーまで塗ってきました。なので、ファッションを塗ったところとの境目の部分がクレンジングウォーターで落としたので、若干ムラになっているかもしれません。ということで塗っていきます。このパウダーファンデーションを塗るのは2回目なんですが、色はちょっと明るめです。カバー力明るくくすみを飛ばしてくれたりとか赤みを飛ばしてくれたりする感じで、カバー力は高いってわけではありませんが、足尾よりも綺麗かなっていう気はします。ここはムラになってしまったんですけど、乗せすぎましたかね。ちょっと気をつけて塗らないといけないかなっていうパウダーファンデです。頬と鼻はこちら側に比べたらカバーしてくれているのがわかるかなと思うんですけど、ファシオより仕上がりは好きかもしれないです。でも少しムラになりやすいのはあるかなっていう気はするので、白っぽくなる感じはあるんですけど、綺麗ですね。こちらは5時間後の動画です。
おでこだとあまりわからないかもしれないんですけど、ファシオの方はツヤがかなり出ています。塗った1時間後くらいからもう皮脂が出てきているのを感じたので、そんなに持続力は高くないのかなっていう印象です。意外とインテグレートの方がテカリに強そうです。こちらは10時間後の動画です。両方ともテカり方が似てきました。ただ頬を見てみるとやはりインテグレートの方がテカっていないので、プチプラですがかなり優秀だなと感じました。カバー力も高いですし、私はかなり好きで最近よく使うようになりました。メイク直しをしていきましたが、これはファシオの方が直しやすかったです。インテグレートは普通にすっぴんからメイクする時でもよれやすさがあったので、ちょっと直しにくいかなっていう気はしました。ということで、版画比較をご覧いただきました。ここからおすすめのパウダーファンデをご紹介したいんですが、普段軽くメイクする時用と、あと長時間使いたい時用の2つをご紹介しようかなと思います。長時間の方からいきますね。私が長時間メイクをする時におすすめだなと思ったのが、こちらのアテニアです。一番テカりにくくて、ある程度塗りやすくて、丁寧に塗ればムラにもなりにくいですし、今回ご紹介した中だと長時間向きだなと思ったのは、このファンデーションです。カバー力はそんなに高くないので、私の赤みとか黒ずみとかが多い肌だと低いなって感じたんですけど、パウダーファンデーションでカバー力が高すぎると厚塗り感が出てしまって塗りすぎ感が出るので、そういう面で考えるとこのカバー力はちょうどいいのかなって思います。テカりにくいもので言うと X ボーテとかもさらっと塗れてテカりにくかったんですが、それよりは綺麗に塗れますね。なので私も最近長時間外出するときはこれを使っています。で、私が普段軽くメイクをしたい時に使うのはやっぱり D レイですかね。エトボスとすごい迷ったんですけど、 D レイの方が色味が肌に合っていますし、カバー力もちょうどいいんですよ。エトボスの方がカバー力は高いんですが、そこまでいらないかなと思ったのでこちらを選びました。でもエトポスもとてもいいファンデーションで、今日はカバー力がしっかり欲しいっていう時はおすすめなので、両方検討していただけたらなって思うんですけど、あとメイク直しをする時も綺麗に治るんですよね。さらっと乗りますし、よれたりとかもしにくいので、とてもおすすめです。特におすすめなのはこちらの2つなので、パウダーファンデーションが気になっている方はぜひ検討してみてください。ということで、ここで動画は終了にしたいと思うんですけど、最近は本当にデパコスのパウダーファンデーションが欲しくて、コスメデコルテとかも最近発売されたそうなので、とても気になっていますし、メイクアップフォーエバーも以前おすすめしていただいて気になっていますし、これは買わないとなと思っているんですけど、少し調べてみたいなと思っているので、毎日メイクで使っているものがあるよっていう方はぜひコメントに残していただけると嬉しいです。はい、ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。